はい、地球のわけなんでです。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、今回ですね、目の前にゴッドハンドさんのペンチの種類がいろいろ出てるんですけども、ペンチってこう改めて模型で考えるとあんまり使うことないじゃないですか。使うって想像した時には、例えばエッチングパーツをね曲げたりとか、そういったことに使うこともあったりはするし、ラジコンでもね、使う場面多いんでしょうけども、ことプラモデルではあんまり使う場面はないのかなと思ったりもして、僕も正直あんまり使ったことないんですね。なんかたまにどうしても開かないなんかこうキャップみたいなのをねなんかないかって探したりね、そういうことあるんですけども、はい。なので今回はですね、ゴッドハンドさんのこの8種類の、紹介をしながら自分でどんな場面で使っていくのか、もちろん一個一個その用途が違うからこんなにあるわけなので、これをね一緒に皆さんとなんかこう見ていけたらなと思っております。はい。なので今回はゴッドハンドさんのペンチがなぜに8種類あるのかと、あとは細かい使い方ということ編で、噛んだね。やっていこう。まず紹介するのはクラフトグリップシリーズです。極細リードペンチ、先細リードペンチ、平口リードペンチですね。どんな構造になっているのかとかね、先端の形も違いますので1個ずつ開けてみました。3本とも共通しているのは、このねサンドイッチ構造っていって、上と下で真ん中を挟んでる感じなんですね。これねガタつき防止なんですよ。なんで長く丈夫に使っていただけますよと。あと握りやすいっていうね、確かに握りやすいな。それではですね、こちら真ん中の先細リードペンチ、これね組み立てに向いてるそうなんですよ。組み立てに向いているのかということで、地球堂に置いてあるエッチングで作る飛行機があるんですよ。これちょっと作ってみます。エアロベースっていうメーカーさんなんですけど、エッチングでね飛行機いっぱい出してるメーカーさんなんですよね。さあちょっとこれを組み立てたいと思います。はい、切り落としました。さあそれでは作っていきたいと思います。まずここをクイッと曲げるそうですよ。いきます。いいね。なんか全然もっと根元からいけそう。よいしょ。でここカーブ、組み立てるって A のパーツを B に差し込むとかそういうのに向いてるって意味なんだろうけどね。でも全然いいじゃないですか。こういうのにも使えますよと。軽くひねってね。でここもクイッと曲げる、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 クイッと曲げる。なんか緩いカーブを作るのにはねすごいやりやすいですよ。ここがねツルツルなんですよ。なので傷つけちゃうかもとか余計な心配もいりませんし、いいね、使いやすいね。よし、こんな感じ。これなんかはね逆にこの極細リードペンチとかいいんじゃないですか。おお、すげえとくん、極細リードペンチすごいわ。全然違う。なんか持った瞬間に安定感すごいわ。極小のものをしっかり掴むって書いてあるんだけど、ピンセットみたい。なんか全然違った今。でここに差し込むと。また本末転倒したんですか。そう、とくんいいこと言ってくれるね。これね、ほらこれだと指だと入れにくいんですよ。はい。というわけで平口リードペンチ使ってみましょうか。他のペンチと違って明らかにこう広いんですよ。そうですね。これでなんかしっかりつかめるし、なんか折り曲げたりとかね、そういったことにもできますよっていうので、ここでねしっかりこうつかませます。ピタッとね。これはここの曲げがまだ足りないんだな。よしよし。ちょいちょいペンチに慣れてない。せっかくね便利グッズがあるというのに。分かった。そうか、ペンチってしっかり挟んでくれるから、ここで微妙な調整をこうやればいいのか。なるほど。俺は一つ賢くなったぞ。分かった。俺ペンチの使い方分かったよ、とっくん。すごいわ、この安定感しっかり持ってくれてるので。はい、通った。すげえやりやすかった。俺びっくり。でここを90度に折り曲げるんですよ。このピョンって出てるの分かる？これがね、この平口だとパキッと曲げやすいですよということなんでしょう。潰したりするのも向いてるって書いてあったんで、よいしょ。ほら
すごくないこれ。一瞬過ぎてあれだったけども、こうペッてやったらほらあっという間に90度になった。これはちょっと確かに指だとしんどそうだな。こんなバリピタにはいかんもんね。これね、特に1894年頃に飛んでた飛行機らしいですよ。リリエンタール標準機っていう飛行機ですね。これ折り曲げなくていいのかも。まあ完成ですこの後ろもどうしようもないなこれ。分かった。よし分かった。特に今こうスパスも抜けるじゃないですか。これ困ったもんで、先細リードペンチでここの間に入れてね、グッとやってみよう。グッ。ほら、完璧だ。そういうことですね。すごい使いやすいこの先細リードペンチ。感覚としてはこれがピンセットみたいな感覚で使える極細リードペンチね。組み立てに向いてるっていうから、さっさっさとね使っちゃったんですけど、これが先細リードペンチね。これもね結構90度にパキッと折ったりするのにね良かったですね。平口リードペンチですね。自分の好みの形状に合わせて使ってもらえたらと思います。握りたい人用だよね。ピンセットってどうしてもこう2本の指になっちゃうもんね。だからこう5本でねこう手を包み込むようにグッとね使いたい人、やっぱそういうのはねこういうペンチがいいのかなと思います。続きましてこちらリジオ先曲がりペンチ、リジオペンチ、痛快リードペンチですね。このねリジオペンチっていうのが聞き慣れないと思うんですけども、こちらですねリードペンチとラジオペンチのいいとこ取りだからしっかりとつかめると、いいとこ取りして合わせてリジオペンチっていう、ゴッドハンドさんらしいね、ネーミングセンスですよね。でこっちの痛快リードペンチっていうのは使い心地痛快って書いてあるんですけど、ここのね多用点になるところが短くて力点っていうところが長いよと。だからもう神がかったバランスでテコの原理だっけ、力点作用点じゃないです視点、そう懐かしいねなんか3点ね、そこのバランスが神がかってますよというので、よりね力強くつかめますよという商品です。はい、じゃあちょっとねそれぞれ開けました。これがリジオペンチの先曲がりと、ストレートですね。でこっちが痛快リードペンチ。リードペンチっていうんでね先端に力が入りやすいようになってますけども、こちら全てゴッドハンドさんの特許パッキンバネを使っております。でここの白いところを押さえながら必ず開いてくださいね。でここで今バネがね浮いてるの分かります。これで白いボタン離すと降りるということなので、これを思いっきりクッとね開いてしまうとバネがね急な戻り方するので故障の原因になりますので、必ずこの白いボタンを押しながらゆっくりねバネを戻してあげてください。戻す時はこの白いボタンを押すとこうやってね上に上がってロックされると。これね便利ですね。こちらがあやもくっていうね溝になってます。だからまっすぐのギザギザじゃなくて斜めに入っているので、その対象物を傷つけにくいですよと。これがラジオペンチの良さと、このそもそもの形状のリードペンチの良さでリジオペンチというんでしょうね。何曲げようかな。今回ために抵抗器をね持ってきたんですよ。これちょっと曲げてみましょうか。つまむのは本当にほらすごいいいよ。つかみが弱いとここの抵抗の部分がどんどん上に上がっていくんだけどさ、しっかりつかめてるから全然そんなことないでしょ。ほい、じゃあ曲げてみましょう。しっかり掴んでるから曲げやすいよね。これはでそうか、そのまま刺すとこまで一気にいけちゃうのか。グリップ力がやばい。こう持ってこう動かすけどほら、いやこれねほんと冗談抜きで全然左右にいかないよ。ほらこれすごいわ。だから指が先にこうグッていっちゃうもんね。すごいこの保持力やばいな、マジで。ちょっと感動。さっきの触ってたやつとはちょっとやってみようか。先細リードベンチ。ほら動くもん。ほら全然動くもん。ほら、先端ツルツルだしね。でもまだ全然いけてるけど、思いっきり力入れたらやっぱ動くけど、でも結構耐えるけど、これの安定感やばいわ。これグッと押しても本当に無理だもん。すごい。力をそんなにかけずにここまで動かないのはやばい。であとは先端がねつる首になってるとより細かいところにもスッといくよと。いや本当にねすごい。なんか全然力入れてない。軽い力でいけます。でこちらですね、痛快リードペンチ。力強くつかめるって言ってるんでね、結構太いのもいけるんじゃないかな。これね 2.5mm の真鍮線ですね。
ちなみに平口ペンチでこの根元をねいこうと思うんですけど、やっぱね 2.5 ぐらいになると結構グイってなるんですよ、こうやってね。よいしょ、こんな感じ。まあ全然曲がってますけどね、結構力入れてます。はい、僕は期待してますよ。期待してますよ。痛快リードペンチいきますよ。はい、同じぐらい使おう。これぐらいね。はい、いきます。せーの、よいしょ。なんかこれ痩せ見えるかな。いや、これでもマジですごいんだけど、本当にすごいな、すごいな。全然違います。全然違った。せーのってやったら言ったよ。これちょっと待ってよ。待ってよ、これどうやってこう映像的にやらせに見えないようにしたいんだけどな。本当に今きつかったんだけど、これで曲げるの。よいしょ。いや本当に硬いよ、トック。信じて信じて。痛快リードペンチね。横で持ってみても、いやめっちゃ軽い。すごいな。すごいな。全然違います。全然違う。全然違うわ。簡単。 2.5 の真鍮がこんなにクリクリ曲がりますかねっていうね。いや平口もねいいよ、実際しっかりつかめてるから。これをねさすがに極細でやるのは荷が重いと思うのよ、こうやってなるとね。これはなんかこっちが負けそうな気がするぐらい心配、だけどこれはね、いや本当にマジで軽い。これとこれどう？あ、そうかそうか、こっちやってみようか。これもだからほら先端細いじゃない。危ない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 。今危なかった。今ペンチが危なかったよね。ペンチが危なかった。今ペンチがほら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 、危ない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 。ほらこれ分かりやすいかもね。これで曲げようとしたら今この刃がさちょっと今壊れかかったよね。なったよね。そうそう、それぐらいの力がこの痛快リードペンチで掘れてな。ほらほらほら、これは伝わりやすいかも。すごいよねこれ。強いわこのペンチ。やばい。なんでこんなにパワフルなんだろう。やっぱこのバランスが噛み分かってるんだろうね。すごいな。あ、だから今これはねほらサンドイッチ構造だから刃がガタつきにくいからさ。そうですね。まだね、まだなんとか耐えうるというか。そうですね。でまあそれは力いるよ、いるけども、まだ曲がると。これはもうこれすごいな、マジで。真鍮アートができそうなんだよ。すごいなこれ。本当に痛快だわ。すごいすごい。こんな感じでねグイグイ曲げちゃうペンチでした。最後ですね、写楽ベンダーと万能ベンダーですね。ベンダーっていうのは、特にそのペンチの中でも折り曲げるにね特化したものかなと思いますね。例えばエッチングとかね、パーツをこう曲げたりとか、この万能ベンダーっていうのがね先端がくるっと丸くなってるんで、いろいろできそうかなと思うので早速開けてね試してみたいと思います。2つとも開けてみました。万能ベンダーなんですけども、やっぱベンダーっていう名にふさわしくですね、ここ全然隙間ないんですよね。でこの写楽ベンダーはこっちからね、こっちから見ると隙間がないよというような商品になっております。ここがくるんと丸くなってるんですよ、万能ベンダーはね。でここ真っ平らになってるんですね。なのでここの丸まった部分はここね細い真鍮線ね、だいたい 0.5 ミリぐらいのなんですけども、これをですねこの丸い方に向かってこう曲げてあげると、ほらこんなねカーブがきれいにできますよと。これどんどん巻きつけてみようかな。くるくる。こういう丸めたいシーンとかはあるでしょうね。結構簡単にできます。どっちかっていうとこの本当に丸い面だけをうまく使ってこうやってね、こうやってちょっとずつこうカーブさせていくんでしょうけどね、自分の欲しい形にね、こうやってこうやってここのその挟む場所によってカーブ加減を変えれるよね。ほらめっちゃ綺麗なカーブがここで、ほらほらこうすればいいんだね。挟んでね、ほらこうすればほらすっげえ綺麗なカーブがここね、綺麗なカーブができてますね。このね平らなところをうまく利用してみましょうか。普通ねエッチングってこう90度曲げやすいようにそこの溝が掘ってあって曲げやすくなってるんですけども、あえてそういう溝がないところでね綺麗に90度に折れるかどうかいきます。よいしょよいしょよいしょ。ほらいいんじゃない？
めっちゃ綺麗に90度曲がってる。そうですね。うん、ここでまた平口くんが出てきますけども、こう隙間空いてるんですよね、リードペンチね。先端特化なんでね。だからここで挟めばいいじゃないって思うんだけど、こう挟めないんで、そこでグイッと曲がってるんですけど、この挟んでるところはね90度なんだけど、この挟めてないところはね、ちょっと甘いよね。この万能ベンダーはここ面がね広いから、まあ、がっつりねここの挟めたとこ全部でこうやって折れるので、まあそこのメリットはありますよね。丸めるもできるし、角を立てることもできるから、こういう構造になってるんですね。まあだから万能ベンダーと。続きましてこちら、これね写楽ベンダーですね。パーツをこう斜めに持つので、なんか抜き差しにも向いてるし、こう持ってでこう90度ね。まあ確かにこういう感じで折りたいなっていうシーンはあるかも。ベンダーも面白いですね。折ったり曲げたりね。はい、まあ、今回ねいろいろ遊んでみたんですけども、まあ、全部開けてね全部使えたのはすごい良かったんじゃないかなと。それぞれの良さとか、まあ、得意不得意もねちゃんとあって、なるほどだから8種類かと、いうようなものもあったので、これね見ているお客さんの中でじゃあこれ僕はこれ買おうかなとか、まあいろいろあったんじゃないかなと思います。まあ、個人的に僕が好きだったのはですね、この痛快リードペンチね。これはねこう真鍮アートがねできそうな、ね、予感がしているので良かったですね。あとエッチングのね、まあ、模型を作る時にこうグッと挟みたいなって思った時にこの極細リードペンチ、これは良かったですね。案外使い勝手いいなと思ったのはこの平口リードペンチね。これも良かったですね。本当になんかいろいろ万能でしたね。でやっぱりその気合の入った模型であればあるほどいい工具使いたいなっていうのはね分かる話なので、ぜひね近くにあったら手に取ってもらえたらと思います。はい、こんな感じで今日は終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。結局全部いいって言っちゃったね。